こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、イタレリの12分の1、ランチャデルタ HF インテグラーレの制作の続きやっていこうと思います。で、一応前回の動画でシャーシ周り、の組み立てが全て、大体終わりました。大体終わりましたんで、今回からはちょっとボディの作業をやっていこうと思います。はい。で、まあね、海外メーカーっていうこともあって、まあ、あれこれありますんで、下地処理しっかりやって、綺麗に仕上げていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、そしたらね、ボディの下地処理をやっていくんで、ボディパーツを全部切り出してきました。こんな感じ。ボンネットはね、このボンネットとここのダクトが別パーツになってるのと、あと、このルーフのベンチレーターも、こんな感じで別パーツになってて、このベンチレーターの蓋のパーツも別パーツになってるという感じになってます。で、これがここにつくんですけど、このどうしようかな、ベンチレーター自体はね、多分先につけておいた方がおいおい作業はしやすくなるかなと思うので、ここはねもう接着しちゃおうかなと思います。もう全部白なんですよね。で先のボンネットのここのダクトも全部白なんで、ここももうつけちゃった方がいいかなと思います。で、あと前後バンパーだったり、とリアゲートでドアですね、この辺のパーツが全部あるんで、これらの下地処理をやっていきます。で、最近はね、長谷川とかタミヤの新しいキットを作ってるのが多かったんですけど、今回ね、こうもう見るからに引けとかバリとかパーティングラインが結構あるんですよね。もうパッと見た状態でも見た感じでも結構な量あるので、この辺ね一回全体に捨てサフ拭いて、水性のサフをバーッと全体に一回拭いて、でそっから表面処理をしていくって感じでやっていこうかなと思います。今回ね、イタレリにしては珍しくね、ボディの成形がめっちゃ薄いんですよ。めっちゃ薄い分ね、表に思いっきり引けが出ちゃってる、こういう裏のパーツ取り付け用の穴だったりとか、そういうのの上側にも思いっきり引けが出ちゃってるんでね、ちょっとその辺修正していきます。で、あとこれ個体差あるみたいですけど、僕のやつはね、この A ピラーの根元、これ左右両方ともなんですけど、思いっきりこの樹脂が回ってないというか引けてる、樹脂が回ってないんでしょうね、これね。こんな感じで思いっきりへこんでるんで、この辺は、瞬着パテを使って埋めてから修正していくって感じでやっていこうと思います。で、あとこの窓枠ですよね、窓枠のフロントガラス周りとかリアが、サイドのこの辺の、周りこう黒で塗り分けになるんですけど、その境界線がすごくモールドが甘いので、この辺はね全部、彫り直してあげた方がいいと思います。特に下側とかはもう完全に消えてしまってるぐらい薄いので、この辺は全部ね彫り直しをしてあげる。この後ろも一緒ですね。後ろのリアガラスのところ、リアガラスの周りのゴムモールもこう塗り分けなんですけど、このままだとちょっと塗り分けラインがねはっきりしないので、この辺やる必要があるかなって感じですね。はい、なので、ちょっと作業を進めていきましょう。はい、じゃあね、水性サフを拭いてきました。缶スプレーのね水性サフを拭いてきました。で、なんで水性サフ使うかっていうのは前も動画でね一回言ってるんですけど、水性サフってこの後全部終わった後にマジックリンをね、油汚れ用の緑色のマジックリン、あれをねバーッとかけてあげると綺麗さっぱり全部落ちるんですよ。
水性サフはそれで綺麗に落とせるんで、どうしてもねやっぱこういうモールドのところとかに入っちゃったサフって後々塗装面がねだるくなっちゃったりっていうのの原因になるんで、僕あんま好きじゃないっていうのがあるんで、捨てサフに関しては水性サフを使います。で、これを今から下処理していくって感じなんですけど、まず最初にやっていこうかなと思うのはこの窓枠ですね。フロントウィンドウの周りの窓枠、さっきも言ったようにモールドがすっごい浅いんですよね。モールドがすごく浅くてこのままだと塗り分けの時に大変そうなので、ここはねちょっと掘っておきたいのでノギスを使って掘っていきます。でノギスで位置を決めてあげたらギュッとねこれで止めてあげる。でこの状態で、この窓枠に沿ってノギスを動かしつつこう掘ってあげるっていう感じ。まあこれ本来のねノギスの本来の使い方ではないので、これ自己責任にはなるんですけど、確かにこういう工具も売ってたと思います。こういう使い方をする用の工具っていうのも確か売ってたと思うんで、こういうちょっとイレギュラーな使い方をあまりしたくないっていう方はそっちを買われた方がいいかなとは思うんですけど、こういう感じでやってあげるとこの同じ幅でねこうやって溝を掘ることができるので、こうやってやってってあげます。あまりね力は入れずにこう撫でる感じでこうやってってあげる。こういう感じ、こういう感じでやってあげるとまっすぐねこの窓の R 形に沿ってまっすぐの線をこう描くことができるんで、こうやってやっていきます。こっち角度がな、こことかはねもう完全にモールドがいないのでもう新たに掘るっていう感じになるんでねこうやって掘っていってあげます。でこのカーブの部分はねキットによってちょっとまちまちだったりするんでね、この直線の部分とカーブの部分でこのモールドの幅が違うっていうのもあったりするんで、その辺は現物合わせでうまいことやってあげてください。筋彫りの時もそうですけどこのカーブの部分はね欲張らないっていうのが大事です。もうちょっとずつこうやって掘っていってあげる。欲張って一気にやろうとしたら絶対に失敗するんでカーブはこうやってねやってあげる。もうねこれに関してはねこの作業に関してはしょっちゅうやるわけではないのでね、そんなにめっちゃ手慣れてるというわけではないんですけどね、特に最近はタミヤとかばっかりやってたからあんまりねこういうモールドが甘い的なのとかもねあんまりなかったんでね、こんな感じで掘ったら次これをもうちょっとねはっきりさせてあげるために工具を変えていくんですけどこの時僕使うのは、エッチングソーですね。エッチングソーを使って掘っていく、木垣針とかでやっていくのでもいいんですけど、木垣針だとね結構針が滑ったりとかねするんですよ。でエッチングソーの場合だとこうまっすぐ刃が当たるんで
このまっすぐの線がねすごい引きやすいんですよ。なんでエッチング層でこの筋彫りをねしっかり彫っていってあげる。脱線したものに関しては後で処理をするんで、脱線する時はありますよ絶対。なんで脱線しないことに集中するよりはしないに越したことはないですけどね、きっちり彫っていくっていうのが大事ですね。でこの窓枠に関しては塗り分けのためのね塗り分けと、あと出来上がった時にちゃんとここに別体っていう感じを見せるために彫ってるっていう部分が大きいんで、筋彫りブレードで太く深くするっていうのはやらないです。ここにラインが入ってればそれでいいっていう感じなんで。あとねちょっと僕調べたらね、このデルタ、これデルタのエボルツィオーネじゃないんですよね。エボルツィオーネじゃなくて一番最初ではないんだけど、どっちかというと初期に近いタイプのデルタになるんで、A ピラーがね黒いんですよ。エボルツィオーネになると A ピラーはボディ色になるんですけど、 A ピラーの方の間の部分ね、方の間の部分がボディ色になるんですけど、この僕が今作ってるこのモデルに関しては A ピラーの部分はね黒いんですよね。実写の写真見てもね黒かったんですよ。なんで正味ここ別に彫ってなくても多分問題はなさそうではあります。黒なんでね、こうズボッと黒で塗っちゃうんで、この A ピラーの下側の塗り分けラインがどうかちょっと悩ましいところではありますけど、こう脱線した。よいしょ。こんな感じでね彫ってあげるという感じです。であと他のパネルラインに関しては若干ちょっと浅いので、この辺はね、これ 0.3mm ですね。0.3mm の筋彫りブレードで彫り直したい。0.3mm 使ってんのは今度とデカールがね塗り分けとデカールが入るっていうのと、あとこの時代のラリーカーなんでね、そんなにパーツの精度ってね高くないと思うんですよ。なんで普通にそんぐらいの隙間はあるだろうなっていうねので 0.3mm を使ってます。12分の1だから 0.3mm っていうと、12倍になるから 3.6mm。 ボディのパネルの間、パネルとパネルの間が 3.6mm だったら多分それぐらいかなっていう感じかと思うんでこれでやっていきます。あとね、これ開封動画の時に言ったかどうかちょっと覚えてないんですけど、この車、このキットリアドアがね開かないんですよ。リアドアが開かないんですけど実車は開きます。実車は開くんですけど、リアドアの開閉に関してはこのキットはオミットされてるっていう感じになってるんで、ちょっとね実写再現にこだわりたいっていう方はリアドアのパカパカとかを頑張られるとよりリアル感が増していいのかなと思います。僕はやりません。結構ねここの構造がね厄介なんですよね、っていうのがあるので僕はやりません。よいしょ。こんな感じでね筋彫りもやっていきます。はい、で筋彫りがねだいたい終わったんで、次はここの引けですね。ここの引け、これ瞬着パテで埋めて
若干酢が入ってるけど、瞬着パテで埋めて硬化させた状態なんで、ここの修正をやっていこうと思います。で、瞬着パテね、削りやすく調整してあるパテでは瞬着ではあるんですけど、それでもやっぱりプラよりちょっと硬いのと、あとまあこのイタリアのプラがね少し柔らかいっていうのがあるんで、ヤスリだけでねやろうと思うと周りが先に削れちゃうんで、もうほぼほぼつらい位置になるぐらいまで、こういう彫刻刀とかでね、平刀とかで表面をきれいに整えてあげます。事前にヤスリでガシガシ削っていってやっていくっていうのもね手ではあるんですけど、僕はもう多分間違いなくやらかすので、ある程度までこう薄く削いでいく感じでね、この表面を削っていって、でまあもうほぼほぼつらい位置ぐらいまで削ってからとヤスリでこうならす。で常にここパーティングラインもあるんでね、このパーティングラインも一緒に処理していく。でこの時ね、さっきのこのもともと浅いこのゴーモールを変に削ってしまわんように気もつけつつ削っていきます。今使ってるのはこれサル下地削りですね。これは削る400番なんですけど、削る力が異様に強いので、こういう作業をするのが楽な反面、油断するとすぐに形が変わってしまうのでね、気をつけてやっていきます。ある程度平刀で削ってあげた方がいいな。結構ここのパーティングラインね、傘がある割には場所が細くて削りにくいので、ちょっといろんな道具を駆使しながらね鳴らしていきましょう。といってもまあほとんど目立たないんですけどね、ここさっきも言ったようにここを艶消しの黒で塗っちゃうんで。はい、そしてね、ここのパーティングライン処理ある程度終わったんで、次ね表面の引けを処理していこうと思います。でまあ大体引けがある場所っていうのは裏側にこういうパーツをつける用のね、穴があったりとか、こういう突起があったり、こういう部分の外側っていうのはどうしても引けが出やすいんですよね。なのでその辺にこう軽くペーパーを当ててあげるとこういう感じでね、表面のうねりが浮かんでくるので、これがなくなるように、表面をきれいにペーパーでならしていくという感じ。この時にあんまり力入れすぎちゃうと、このパーツのこの表面のうねりにヤスリが馴染んじゃって追従しちゃって、結果削れないみたいなことになるんで、優しくあんまり力を入れずに表面を撫でるだけっていう感じでこうやってペーパーを当ててってあげるといいと思います。でこれやるときね、サフ拭いた後にやるとね、非常にヤスリが目詰まりするんですよ。だからすごく作業性が悪いっていうので僕はあんま好きじゃないんですけど、ただまあサフ拭いてる方がさっきみたいなねうねりとかが見やすいっていうのもあるので、まあよし悪しですね。あと結構よくあるのがこのパーツの縁の部分ですよね。パーツの縁の部分とかが結構プラが反ったりとかしてちょっと面が歪んでるっていうことがあったりするんで、これ裏に何があるかっていうと、このリアゲートでヒンジをつける用のねダボというかくぼみがあるんですよ。これの表側にこういう引けが出るっていうのがあるんで、結構特に屋根とかの場合はね、
こう置いてる時に天井からの照明とかが当たってこの蛍光灯の線がビーって入るじゃないですか、屋根とかって。で結構こういうの目立つんですよ。そこの部分で光がクッて曲がっちゃうんですごく目立ってしまうんで、特に屋根だったりとか、あとボンネットだったりとかっていう部分は気をつけてやりましょう。ほらフロントもね、ここ2箇所丸いのがあるんですけど、ここ何があるかっていうと、後ろのベンチレーターをつける用のベンチレーターダクトをつける用のね、ちょっとね非常に分かりやすい場所があったんでね、1個見せてもらおうと思うんですけど、例えばこのリアドアのこの辺、あとこの辺、こうパッと見るとね、普通に面が綺麗に出てるように見えるじゃないですか。こうやって見ると普通に面が出てるように見えるんですけど、ここに軽くねペーパーをこう当ててあげると、こんな感じで当ててあげるとね、わかります？結構ムラムラになるのが、こことかもねムラムラになってる。これは要は裏にこのドアの内張りをつける用のね、この位決めのこのモールドがあるんですよ。このモールドの部分が引けてしまってるのと、あとこのドアノブがね入るここの部分、ここの部分の周りでちょっと収縮率が変わってちょっと引けが起きてしまってるっていう感じです。あとリアフェンダーの後ろのところ、こことかもこうやってペーパーを当ててあげると、こうやってねがっつりペーパーが当たらない部分があるんですよね。これは要はここで90度パーツが折れ曲がってるんで、ここの内側のね、ここの厚みのところに引っ張られて表面が引けてしまってるっていう感じなので、この辺とかも出来上がるとね、結構照明が当たって目立つところ、ハイライトがギュッて曲がってしまうんで、目立ってしまうんで、こういうところも綺麗にならしていってあげる。こういうなんがねちゃんとできてるかできてないかで、特にカーモデルみたいに光沢で仕上げる場合は、こういうのをねちゃんとやってるかやってないかっていうのがすごい差として出てきてしまうので、ちょっとね気をつけてやるようにしてあげましょう。最近のタミヤのキットとかだとね、あんまこういう引けってないんですけど、やっぱり、これはね海外製のキットっていうのもありますし、サイズがでかいっていうのもありますよね。ビッグスケールになるとやっぱりサイズが大きい分、引けとかそういうのもねどうしても大きくなっちゃうっていう部分があるんで、こういうのはねしっかりと処理しておきましょう。はい、そしたら、全部ねペーパー当て終わったんで、他のパーツ類もねこんな感じでペーパーを当てたので、ここから、マジックリン使って一回この水性サフ全部落としてあげて、本サフ拭いていこうと思います。はい、そしたらねマジックリンで全部水性サフを落としてきたので、ここから、ガイアのサーフェスアイボを拭いていこうと思います。はい、でマジックリンで落とした後、しっかりね水洗いして、マジックリンの成分を落としておくのが非常に重要なので気をつけましょう。あれ界面活性剤が入ってるのかな。でそれが残ってると塗料を思いっきり弾いちゃうんで気をつけましょう。はい、じゃあ拭いていきます。
はい、一旦砂吹き。このサイズのもんにね、吹くの久しぶりなんでね、ちょっと緊張。で、ちなみにボディパネル全部つけてるのは、これ外から見える部分は白なんですけど、ドアの内側だったりとか、ドアの、こういうボンネットの縁の部分、そういうところはね、全部シルバーなんですよ、この車。なので、もうそこはね、塗らずにいこうかなっていうので、こんな感じにしてます。このサイズだと、ホコリつくな。油断するとすぐにホコリがつく。ね、サフを砂吹きしただけなんでね、すぐ乾くんで、叩いてあげたら、ここからしっかり拭いていきましょう。なんか塗料めっちゃ弾いた。ちょっとほら、わかります？このプツプツしてんの、プツプツしてんの、これ塗料弾いたんですよ。マジか。ちょっとじゃあ一旦乾かしましょうかね。ちょっと一旦乾かして表面軽く削ってあげて、でもっぱつ拭くって感じですね。あれでもまだ洗い足りんかったんか。たら一旦乾かします。はい、でサフがねとりあえず乾きました。触れる程度に乾きましたので、表面の状態を見ていくと、やっぱりちょっとさっきね、軽く弾いてしまったのがあって、先ほど目立ちはしないんですけど、表面ちょっとポツポツしてるんでね、これはちょっと修正しないといけないかなっていう感じで、あとはね特にそれほど荒れてるところはないかなと思うんですけど、あとホコリがちょっとついたりとかもあるんで、全体をね一回800番でザーッと鳴らしていきます。この後もう一回拭くんで800番でねザーッとアラを取ってあげるって感じで表面を撫でていきます。もう表面のねサフを落とすほどかける必要はないと思いますんで、さーっとやっていきます。でもしパーティングラインが残ってたり残ってるな、残ってたりとかする場合はそこをしっかり修正してあげる。そういうので削ると下のね下地がまた出ちゃうんですけど、それはそれでよしとしてやっていきましょう。はい、
そしたらね、全体に800番をかけたんで、もう一発サフを吹いていきましょう。これでね、一応ね、フィニッシュ、サフ終わりになってくれたらね、いいんですけどね。よし、これ落として、で、もう一回吹いていきます。見つけた。やってもうたー。でかいもう。こんなでかいの久しぶりに塗ったからぶつけちゃうな。ちょっと持ちにくいから角度が。よし。そしたらこれで乾燥させていきましょう。はい、というわけでサフを拭いて一晩乾かしました。で、まあ表面ね触れるぐらいには乾いてるんですけど、まあいつも言ってるようにサフはね乾燥が遅いので、このまましっかりと、何日か乾燥させてあげて、でそこからボディ色を塗っていくっていう形になります。はい、なのでね、今現状こんな感じですね。まあこの動画この画像だと分かんないですけどね、まあ綺麗に表面が仕上がったと思いますので、この後そうですね、できれば4日5日ぐらいかな、5日ぐらいは乾燥させた方がいいかなと思います。はい、こんな感じで、ドアとかねつけて塗ったんで、ここのドアが入ってたところとか、このボンネットのこの開口部とかリアハッチのこことか、こういう部分は色が乗ってないんですね。サフが乗ってないんですけど、ここの色が乗ってない部分っていうのは後々シルバーで塗る部分
になるので、なるべくねサフとかが入ってサフとか塗料のミストとかが入っちゃうと、そのシルバー塗る時に下をね綺麗に整えないとみすぼらしくなっちゃうんですよね。なのでなるべくこう塗料が吹き込まないようにっていうので、こういう形でやってみました。だから次白塗る時とあと赤塗る時も同じような形で、ボディパネルを全部つけた状態で塗るっていう感じでやっていこうと思います。はい、こんな感じ。はい、というわけで、今回の、サフ拭きの動画は一旦これで終了という形になります。ドアとかあとリアハッチで、あとボンネットですね、この辺も全部サフ拭き終わってるので、このまましっかりと乾燥させていこうと思います。でちょっとね、関西オートモデラーの集い、オートモデラーの集いに関しては、もうボディにこのサフ吹いた、シャーシにこのサフ吹いたボディをかぶせたまんまの状態で、持っていくって感じになるかなと思いますので、この動画アップするの多分あれだな、オートモデラーの集い終わってからかもしれないですけどね、もし、現地でお会いした方はよかったら絡んでください。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。